今日のテーマは、日本の大学受験制度とその仕組みについてです。このテーマは、日本に住む外国人の方、日本の教育に興味がある方、そして将来日本の大学に進学したいと考えている方にとって、とても役に立つ内容だと思います。日本の大学受験は、多くの高校生にとって、人生の中でとても大きなイベントの一つです。高校3年生の1年間は受験の年と呼ばれ、特に秋から冬にかけては、毎日長時間勉強する生徒もたくさんいます。受験戦争という言葉もあるほど、競争はとても激しいです。日本にはいくつかの種類の大学があります。まず、国立大学は国がお金を出して運営している大学で、東京大学や京都大学が有名です。公立大学は地方自治体が運営していて、大阪公立大学などがあります。そして、私立大学は民間の団体や学校法人が運営しており、早稲田大学や慶應義塾大学がその代表です。国立大学と公立大学は、学費が比較的安いですが、入試のレベルは高めです。一方、私立大学は学費が高いことが多いですが、入試の方式が多様で、受けやすい場合もあります。次に、日本で最もよく知られている受験方法、一般選抜についてお話しします。これは、昔の一般入試のことです。多くの生徒がこの方法で大学に進学します。まず、1月に全国で一斉に行われる、大学入学共通テストという試験があります。英語、数学、国語、理科、社会などの科目があり、多くの国立大学や一部の私立大学では、このテストの点数が重要になります。その後、2月から3月にかけて、各大学が独自に行う二次試験があります。国立大学の場合は、共通テストとこの二次試験の点数を合わせて合否が決まります。私立大学には、さらにいろいろな受験方式があります。例えば、一般選抜、独自試験では、その大学が独自に筆記試験を行います。また、共通テスト利用方式という方法もあり、これは共通テストの点数だけで合否を判断するものです。他にも、1回の試験で複数の学部を受けられる、全学部統一入試などもあります。最近では、推薦入試や総合型選抜といった方法も人気があります。推薦入試は、高校での成績や活動をもとに大学から推薦されて受験する制度です。指定校推薦と公募推薦があります。指定校推薦は、大学が特定の高校を指定し、その高校から推薦された生徒が受験できます。公募推薦は、成績などの条件を満たせば誰でも応募できるものです。総合型選抜は、成績だけでなく、面接や小論文、自己 PR など、いろいろな観点から評価されます。出願時期は早い大学では高校3年の9月頃から始まります。ところで、もし高校卒業後に希望の大学に合格できなかった場合は、浪人という道があります。浪人生は予備校に通って、翌年の受験に向けて勉強します。有名な予備校には、駿台予備学校、河合塾、東進ハイスクールなどがあります。浪人生活は精神的にも経済的にも大変ですが、どうしても第一志望に行きたいという気持ちで、多くの人が1年間頑張っています。日本の受験のスケジュールは次のようになっています。まず、9月から11月にかけて推薦入試や総合型選抜が行われます。そして、1月には共通テストがあり、2月から3月には一般選抜、私立、国立が実施されます。大学の入学時期は4月です。受験生の多くは、塾や予備校に通って勉強しています。特に首都圏や関西には、有名な進学塾がたくさんあります。最近では、オンラインで勉強できるスタディサプリなどのサービスも人気です。しかし、忘れてはいけないのは、大学受験が精神的に大きなプレッシャーになるということです。家族や学校からの期待、そして、落ちたらどうしようという不安など、
ストレスを感じる生徒も多いです。そのため、メンタルのケアやサポートもとても大切になっています。また、外国人が日本の大学を受験する場合は、日本留学試験という試験を使うことが多いです。この試験では、日本語や数学、理科、社会などが問われ、試験の成績によって大学に出願することができます。さらに、日本語学校を卒業してから、専門学校や大学に進む人もたくさんいます。さて、今日は日本の大学受験制度について、全体の流れや受験の種類、浪人制度や外国人の進学方法など、様々な面から紹介しました。大学受験は複雑で大変なものですが、日本の社会や教育制度を理解するためには、とても興味深いテーマです。今回のエピソードはここまでです。このポッドキャストでは、これからも日本の文化や社会について、わかりやすく紹介していきます。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに。今日のテーマは、日本の大学受験制度とその仕組みについてです。このテーマは、日本に住む外国人の方、日本の教育に興味がある方、そして将来日本の大学に進学したいと考えている方にとって、とても役に立つ内容だと思います。日本の大学受験は、多くの高校生にとって、人生の中でとても大きなイベントの一つです。高校3年生の1年間は受験の年と呼ばれ、特に秋から冬にかけては、毎日長時間勉強する生徒もたくさんいます。受験戦争という言葉もあるほど、競争はとても激しいです。日本にはいくつかの種類の大学があります。まず、国立大学は国がお金を出して運営している大学で、東京大学や京都大学が有名です。公立大学は地方自治体が運営していて、大阪公立大学などがあります。そして、私立大学は民間の団体や学校法人が運営しており、早稲田大学や慶應義塾大学がその代表です。国立大学と公立大学は、学費が比較的安いですが、入試のレベルは高めです。一方、私立大学は学費が高いことが多いですが、入試の方式が多様で、受けやすい場合もあります。次に、日本で最もよく知られている受験方法、一般選抜についてお話しします。これは、昔の一般入試のことです。多くの生徒がこの方法で大学に進学します。まず、1月に全国で一斉に行われる大学入学共通テストという試験があります。英語、数学、国語、理科、社会などの科目があり、多くの国立大学や一部の私立大学では、このテストの点数が重要になります。その後、2月から3月にかけて、各大学が独自に行う二次試験があります。国立大学の場合は、共通テストとこの二次試験の点数を合わせて合否が決まります。私立大学には、さらにいろいろな受験方式があります。例えば、一般選抜、独自試験では、その大学が独自に筆記試験を行います。また、共通テスト利用方式という方法もあり、これは共通テストの点数だけで合否を判断するものです。他にも、1回の試験で複数の学部を受けられる、全学部統一入試などもあります。最近では、推薦入試や総合型選抜といった方法も人気があります。推薦入試は、高校での成績や活動をもとに大学から推薦されて受験する制度です。指定校推薦と公募推薦があります。指定校推薦は、大学が特定の高校を指定し、その高校から推薦された生徒が受験できます。公募推薦は、成績などの条件を満たせば誰でも応募できるものです。総合型選抜は、成績だけでなく、面接や小論文、自己 PR など、いろいろな観点から評価されます。出願時期は早い大学では高校3年の9月頃から始まります。ところで、もし高校卒業後に希望の大学に合格できなかった場合は、浪人という道があります。浪人生は予備校に通って、翌年の受験に向けて勉強します。有名な予備校には、駿台予備学校、河合塾、東進ハイスクールなどがあります。浪人生活は精神的にも経済的にも大変ですが、どうしても第一志望に行きたいという気持ちで、多くの人が1年間頑張っています。日本の受験のスケジュールは、次のようになっています。
まず、9月から11月にかけて、推薦入試や総合型選抜が行われます。そして、1月には共通テストがあり、2月から3月には一般選抜、私立、国立が実施されます。大学の入学時期は4月です。受験生の多くは、塾や予備校に通って勉強しています。特に首都圏や関西には、有名な進学塾がたくさんあります。最近では、オンラインで勉強できるスタディサプリなどのサービスも人気です。しかし、忘れてはいけないのは、大学受験が精神的に大きなプレッシャーになるということです。家族や学校からの期待、そして落ちたらどうしようという不安など、ストレスを感じる生徒も多いです。そのため、メンタルのケアやサポートもとても大切になっています。また、外国人が日本の大学を受験する場合は、日本留学試験という試験を使うことが多いです。この試験では、日本語や数学、理科、社会などが問われ、試験の成績によって大学に出願することができます。さらに、日本語学校を卒業してから、専門学校や大学に進む人もたくさんいます。さて、今日は日本の大学受験制度について、全体の流れや受験の種類、浪人制度や外国人の進学方法など、様々な面から紹介しました。大学受験は複雑で大変なものですが、日本の社会や教育制度を理解するためには、とても興味深いテーマです。今回のエピソードはここまでです。このポッドキャストでは、これからも日本の文化や社会について、わかりやすく紹介していきます。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに。